はい、こんにちは。建築写真家の田岡信樹です。日頃はね、田岡カメラをご覧いただきありがとうございます。今日は、前回と引き続いてですね、この Canon EOS R5 の、今度はですね、この EF1124、F4L というね、レンズをつけたレビューをしたいと思うんですが、ここでね、ちょっと一つ、マウントのことをね、少しお話しさせていただきたいと思うんですが、僕自身ですね、ずっと長年、プロカメラマンとして、活動しているときに、1DX Mark II だとかですね、それから EOS5DSR とか、こういうキヤノン機を使ってきたんですが、このキヤノン機のマウントっていうのは、今まで従来は、ほぼほぼみんな EF マウントというレンズになります。他にもね、EFM とか EFS というマウントもあったりするんですが、基本的に EF というね、マウントになってるんですが、このEOS R5 をはじめね、R だとか RP、今度出る R6 もそうなんですが、このミラーレス機になると、EF レンズではないんですね、マウントが、ここが。で、それが RF マウントという、仕様に、実は変わってます。で、変わってるんですが、私の場合 RF レンズを未だに1個も所有してないという状態ですので、この RF レンズじゃないと撮れないはずなのが、こういったね、マウントアダプターをつけるんですけれども、正直言って RF レンズの方が、多分キヤノンさん、メーカーさんにとってもね、いろんな幅広い、レンズを開発しやすいマウントになってきてます。それもね、なぜかというと、このミラーレスっていうのは今までのね、ここについてくる一眼レフカメラだと、このミラー、鏡があるんですが、その分がない分、ここのフランジバックっていうんですか、これが短くて済みます。短く済むことによって、レンズのね、いわゆる開発するときに、例えば、11ミリ、11ミリの24の F4 っていうものが EF レンズでは限界だったかもしれないんですが、これがね、仮に、11とは言いませんが、この RF になるとね、いずれは分かりません。どういうふうなものが出てくるか分かりませんが、聞いたところによると11の20ミリの F2 だったかな。なんかそういうね、もうさらに、大口径のね、レンズが開発できるとかというふうに言われてるんで、その分ね、レンズ性能的にはいいものが取り付けられるということになります。未だにちょっとまだ発売はされてませんので、今後の話になるんですが、この RF レンズにしといた方が、いろんなね、カメラワークだとかいうのができるようになるという意味でね、期待できると思ってます。そんな中でね、今日はね、まだちょっと私 RF レンズ持ってませんので、この EF レンズを取り付けて、レビューしたいと思うんですが、今日はね、こちらの、マウントアダプター、コントロールリング付きのマウントアダプター、これもね、僕まだね、実際にはそんなに使ってないのでよく分かってないんですが、これでダイヤルがね、絞り変えれたりとかっていうものらしいです。はい。コントロールリングになんか機能を割り当てると、露出も変えれたりね、するという話ですので、そこまでちょっとまだ設定してないんでいけませんが、私の場合はこれに EF の1124をこうつけると。こんな感じ。で、これで、1124、これは IS がついてません。手ブレ補正はレンズにはついてないレンズなんですが、カメラの本体にはボディ内手ブレ補正がついてますので、使用上で言うと5段分の手ブレ補正にはなるというふうに言われてますので、これでね、実際に撮った写真もちょっとこの後ね、ご覧いただきたいかなというふうに思います。はい。かなりね、広角で撮れます。やはりね、1124。すぐね、ピントも、はい、問題なく合いますね。はい。ストレスはほぼありません。で、これでね、絞り、露出、全部切り替えできます。はい。やっぱこの、僕はジョグダイヤルがついてるキヤノンを非常にね、扱いやすいかなと。手ブレもかなり効くのかなという気がしてます。シャッター音、なんかちょっと軽い感じはしますね。非常にそういった意味では、質感的にもいいし、撮る時の感覚もなんか非常に
僕は好きですね、この感じ。でプレビューもね、表示も非常に早い気がします。すごくね、早い、ほぼ一瞬で出てくるんじゃないかなと思います。でこれ覗くと、そうですね、EVF なのでちゃんとこのね露出だとかそういった絞りだとかそういったものも、見え方に即図反映して見えます。非常に撮りやすいなという。EVF の大きさはまあこんなもんかなと。僕の場合 S1H がね非常になんか見やすい気がしてるんですが、この R5 も比較的まあ見やすい。僕ちょっと正直目がねそんなにいい方ではないんですが、まあでも比較的見やすい方かなと思います。あと細かいここで指導調整がここでできます。はい。見やすいですね。よいしょ。意外とバッテリーグリップつけただけではバランス的にはどうなんだろう。まだやっぱり頭でっかちで前のめりな感じがもしかしたらするかもしれないので、またこれねバッテリーグリップ来たらねレビューしたいかなと思いますので、ちょっとねしばらくお時間空いてしまうかもしれませんが、またそれをね楽しみにしていただけたらと思います。はい、今日はね、まあちょっと短い時間かもしれませんが 1124mm をつけた、レビュー動画というふうになりましたので、また今度はですね私もこれのライバル機になるであろう、ソニーの α7R4、こちらの、機材もね導入してますので、まあ、こちらのカメラのレビューもね、合わせて同じようにカメラのレビュー、それから、TS の 17mm をつけた、レビュー、それからこの1124をつけたレビューもちょっと合わせてねしていきたいかと思いますので、楽しみにしていてください。それではチャンネル登録して、また今後もねタオカメラをご覧いただければと思います。ではどうもありがとうございました。